こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。今回は福岡デザイン&テクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。前回に続きね、2作品目ですね。このイラストはゲット巡航という和をテーマにした架空の RPG 系ゲームのキービジュアルを想定して描きました。画面左右の2人がゲームの主人公なんですが、この2人ですね。今回は中心の男の子が主人公に出会う前のこの男の子の視点に合わせて描きました。以下ストーリーの簡単な内容です。月の国の主人公2人は男の子の手に浮いている星を捕獲しに水の国に来ました。しかし事情の知らない男の子は水の国を守護する大義を抱えているので、他国から急に来た2人は水の国を襲撃しに来たものだと思い、相棒の魚と一緒に主人公たちを迎え撃とうとしています。はい、そういうストーリーですね。悩みは2つあり、課題にもしているところなのですが、1つ目は安直な構図になってしまったということです。ゲームの広告に使用されるような迫力のある構図でイラストを描きました。しかしもっと他に迫力の出る魅力ある構図があったのではないかと思っています。また今回に限らず、いつも描き上がった後に同じことで悩んでしまいます。描き始めるときは一つの構図しか思い当たらず、そのまま進めてしまいます。はい、よくありますね。そして2つ目の悩みは、背景とエフェクトが馴染まず浮いているということです。このことが余計に迫力を半減させているのではないかと思っています。私はどうすればいいでしょうかということですね。はい、ご本人はね、迫力があまり出ていないということを気にされているようですが、いや、どうでしょう。迫力自体はすごくありますよね。はい、すごくよく表現できていますし、あとは書き込みもですね、すごく十分にされていて、めちゃめちゃ見応えがある作品だと思いました。素晴らしいと思います。じゃあこの作品のどこを添削していくかなんですが、どこがこの作品の問題なのかというとですね、これね、迫力がある構図かどうかではないんですよ。ですね、僕はですね、この作品をパッと見た時に、あれ、主人公どれだろうっていうことがちょっとね、悩みました。それがね、いまいちわからなかったんですね。作者さんの話を聞かずに、この絵の主人公どれっていう風に聞かれたら、多分見ている人それぞれ違った印象になるのではないかと思うんです。パッとね、見て一番最初に目に飛び込んでくるのって、もうこの魚ですからね。真ん中にあるし。なのでですね、ちょっと印象がこうブレてしまっていて、それがね、問題だと思いました。なのでそこに重きを置いて添削を進めていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。でですね、じゃあ実際にどの人がこの物語の主人公なんだと思いますか？作者さんの話だとね、この2人っていうことなんだと思います。作者さんが言うことなのでそれは正しいんだと思うんですが、ただね、このイラストの主人公はどれなのかって考えた時に、多分ですね、作者さん自身も勘違いしちゃっています。この絵の主人公はですね、この人です。はい、この絵の主人公ね、この星ですね。これ、いやだってこの星をみんな欲しいわけですよね。みんなね、この星が欲しくて集まってきているわけなんです。このストーリーは分かりやすく言うと、もうね、ドラゴンボールなんです。みんなこのドラゴンボールが欲しくて、この星の魅力に引きつけられて、争いがあったり救いがあったり感動が巻き起こるわけじゃないですか。だからまずこの星がこの絵の中心にいないと、すごくね、違和感があるわけです。はい、それと同時にこうならなければいけません。はい、添削前はですね、少年の興味が星に向いていませんでしたが、一番大事なのはですね、星の存在ですから、この画面全員の興味が星に向いていないとおかしいんですよ。だから少年の右腕をこんな風に星に向かって伸ばしました。今はね、この星は少年の手の中にあるっていうことも同時に表現していますね。はい、ちょっと無理やり右手を伸ばしたので、その他の体のバランス若干調整します。はい、こんな感じなんですが、まだ若干ね、ちょっとおかしいですよね。どこがおかしいのか皆さん分かりますでしょうか？はい、そうですね。興味がこの星に向いているにもかかわらず、少年が星の方向を向いていないからですね。目線も大事です。目線も修正していきましょう。
はい、少年の目線を星に向けてみました。あとちょっと細かいんですが、少年の表情ですね。なんだろう、添削前はめちゃめちゃ怒り狂っている表情でした。これね、ストーリー上そうなんだと思うんですが、ポスターのね、センターを任せられる彼なので、なんというか怒っている中であっても、もうちょっとこう理性を保っていてほしいというか、そういう感情があります。なので少しね、口の開き方をちょっと同時に調整してみました。それと、星を巡る物語なんだよっていうことをもっと分かりやすくするために、こうしてみてもいいかもしれません。はい、星をピカーンと光らせてみました。こうするとさらにこの星を巡る物語なんだっていうことが分かりやすく伝わると思います。はい、手前の少年についてはこのぐらいです。その他のエフェクトの部分を調整していきましょう。まずはここです。はい、少年の能力が水なので、水を使って星を守護している感じっていうのを強調したいですね。というのも、この相棒の魚なんですが、結構ね、怖い見た目をしていて、相棒っていうのがね、ちょっと聞かないと分かんなかったんですね。なのでまずはこの魚と主人公を結びつける水エフェクトを追加してみました。その上でこうです。はい、この魚ですね、添削前は結構目立ってたんですが、あんまりこの魚を目立たせすぎても良くないと思うんです。だからこいつが目立っているとちょっとこうボスキャラっぽくも見えちゃうんですよね。あくまでこの魚はこの少年のスタンド、能力の一部分的な演出の方が勘違いが起こらないと思います。さあ、それではその他の水エフェクトについてもこの少年にまとわりつくようにエフェクトの一部として調整を加えます。はい、こんな感じ。少年のエフェクト周りについてはこんな感じですね。で、最後の仕上げ、奥の2人なんですが、奥の2人はちょっとね、見た目が小さいので、もう少し大きくしてあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じですね。で、さっき言いました。もう分かっている人は分かっていると思います。この2人の興味も当然ここに向かっていないとおかしいですよね。はい、星に目線を向けました。これで画面の人物の興味が全て星に注がれました。こうすることで情報が整理されて、見た人がパッと見た瞬間、あ、この物語は星を巡る物語なんだなっていうことが一瞬で理解できるわけです。このね、星が欲しいわけですよね。もう手に入れろドラゴンボールってわけでね。はい、そして最後、周辺を整えます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ちょっとね、小さすぎるので1画面だけで表示しますね。はい、ビフォー、アフター、ビフォー、アフター。はい、こんな感じの違いになっております。モチーフ自体はね、もうすごくよく書き込まれていて迫力満点だったんですが、ちょっとね、情報の整理と、あとはね、この絵の主人公の設定が少し甘かったのかなっていうふうに思います。なのでそれを整理するだけで、こんな風にパッと見た瞬間にみんなが何を欲しているのか分かりやすい状態になったのではないでしょうか。はい、今回の添削では作品の主人公を設定してあげることによって画面を整理して見ている人に内容を瞬時に理解させる方法についてお伝えしてきました。はい、意外だったかもしれませんが、この絵の主人公はこの星です。答えを聞いた後だとね、そりゃそうだなって誰しもが理解できると思うんですが、
意外とですね、自分で描いている時ってそういう当たり前のことに気づけなかったりします。作者さんはね、安直な構図っていうのを気にしてもっと迫力のある構図にっていう方向性に進んでいったんだと思いますが、でもね、迫力が増してもその絵が何の絵なのかわからなかったらそもそも誰も見てくれません。そこをすっ飛ばさないように気をつけながら見応えのあるイラストを追求していってみてくださいね。書き込み力はね、ものすごくあると思います。頑張ってください。お知らせです。動画販売サイトビミオにて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円、1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入するとなんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。